Missing someone with all your own. 皆さんこんにちは、ミルです。今日はずっと作ってみたかったニューヨークロールまたはクロワッサンロールと呼ばれるパンを作っていきたいと思います。この間ね、適当に YouTube を見てた時にこの動画に出会ったんですけど、何この美味しそうなのと思って見終わる頃にはこれがどうしても作りたい衝動に駆られてしまって、たくさん名前を調べたりとか作り方を一生懸命調べて、でやっとたどり着いたレシピで作っていこうと思います。クロワッサン生地をね、一から仕込んで作っている人もいればパイシートでね作っている方もいらっしゃったので、今回はねみんなが真似しやすいようにもともと作られているクロワッサンシート、パイシート、デニッシュシートの3種類で作っていこうと思います。これ見てやばくない？この真ん中の動画のビジュアルにやられて絶対に作りたいって思ったので、頑張って作っていきたいと思います。今から念願のね、ニューヨークロールというものを作っていきたいと思うんですけど、今回一番大事なのが型だと思っていて、今日私が使っていくのはこのシーンで買ったセルクルを使っていこうと思います。これは3号サイズのスポンジケーキが焼けるっていうので、もうお家にあるもので何でも大丈夫だと思います。もうほんとね、こんな感じでお家にあるような丸いセルクルで、パンになったらちょうどいいかなぐらいの大きさを自分で選んで作ってみてください。今回私は量を多めに作りたいので、一気に4つ作れるこのセルクルで作っていきたいと思います。2023年流行るパンって言われているぐらいなので、絶対成功させたいなっていう気持ちと、自分がまだ食べたことないので食べるのが楽しみだなっていう感じです使っていく生地がこんな感じです。こういうシート系はスーパーにもねたくさん売られているので、皆さんもねすぐ真似できるんじゃないかなと思って、今回はこれを使ってやっていきます。ちょっとくっついている。強力粉をちょっとこんな感じでまぶして台につかないようにしましょう。あっ、せーの。溶かしバター作ってきます。ぐらいのところでピーって切っちゃいます。ほんと適当で大丈夫ですね。はい、今ねここに熱々の溶かしたてのバターがあるので、これをほんと薄く塗っていきます。接着面みたいな感じですね。楽しい。お、いいじゃん。そしたらちょっとでいいので型の側面にもバター塗ります。こういう感じ。もう1周ぐらいなのかな。で、どうだろう。今これ多分6割ぐらいだよね。OK。もう一回繰り返します。せーの。おお、綺麗に剥がれた。これをねちょっと一面に伸ばしていきたいと思います。本当にちょっとで大丈夫。そしたらこれを一面にこうやって巻いていくっていう感じにします。お、いいんじゃない？うまくできますように。一陣焼いてる間にデニッシュロールのね余ってる方の生地も作っちゃいたいと思います。和紙作りはこうやって隙間時間で何をするかっていうのが一番大事なんですけど、ここがすごい難しいなって最近思います。なんかね結構頭を使ってね動かないと時間がさあっという間に過ぎて、もう夜みたいなこととかよくあるから、気をつけないとね。やばい、めっちゃ楽しいんだけどやばいです皆さん。何ですかねこれは。ちょっと待ってと思って、デニッシュロールの方が高く上がりすぎちゃってストーンの、ね、力が負けてしまったので、ヘラで押します。押していきましょう。ギューッと押してギューッと。こんな感じでもう一回調整していきます。でこのクロワッサンシートっていうのがなんで三角かっていうと、こんな感じでくるくる巻いていくと綺麗なクロワッサンの形になるんですけど、私の場合だと四角形になっててほしいので、こんな感じでこれで一つにしたいと思います。
同じく巻いていきます。ちょっとねこっち湿ってるのでこのまま何個でちょうどいいんだろう。フィニッシュロールの方が焼き上がってこんな感じですね。表面がこんがり焼けたんですけど、熱を通さないグローブか何かでこの上をギュッと押してあげます。こっちがデニッシュロールでこっちがクロワッサンロールです。今焼いてるやつを待ってる間にねすごく二次発酵が進んでしまってこのパンパンになってしまったんですけど、こんな感じで置くのと、洗ってきた型の裏面を使ってねこうやって押さえてあげる手段に出たいと思います。もう焼成にめちゃめちゃ時間がかかるので今度こそいきます。ねえちょっとこれどうしたの？出した瞬間嘘でしょとか言っちゃったんだけど、なんかなるかな。そうこのね断面はめっちゃいいのよ。そうでこっちももうちょい焼くぐらいどうしよう。重りを差し置いて溢れ出ちゃってたの。そんな大きくなっちゃうの？これがね無事に焼き終わったクロワッサンロールたちです。そしてね成功したのがこのクロワッサン生地でやったものですね。すごく綺麗にできました。ある程度太さもあってこれならクリームが詰められそうだなって感じです。パイシートで作っている方ももういっぱいいたので、私がパイシート作れないわけないよなって思っちゃって、新しくクロワッサンシートとパイシートもう一回買ってきました。絶対にパイシートでね成功させた方がみんなも安心して作れるかなって思ったので、私頑張ります感じで作っちゃったんですけど、デニッシュロールとねこっちのパイシートは私が必ずおやつ朝ごはん夜ご飯として食べるので、本当に安心してほしいなって思います。そんなことを言ってるんですけど成功するかどうかがわからないのでリベンジ頑張ります運命の瞬間です。180度40分で焼成していきます。ダダーン。おっ、こっちのパイの方はもう完成してるのでこれで引き上げちゃいます。もう一回クロワッサン焼いていきます。生地を焼いている間に生クリームを2種類作っていきます。最初にグラニュー糖大さじ1。このクランベリーパウダーでもいちごパウダーでも何でもいいんですけど、これを入れます。大さじ1とちょっとぐらい軽く混ぜていきます。これが 200ml なので半分ぐらい入れます。気持ちねちょっとだけ着色をしていきます。この時にね薄いピンクでも良ければこのままでも全然大丈夫です。そしたら絞り袋に入れていきます。冷やしておきます。で大筋よいしょ。チョコクリームついて、最後にノーマルの生クリームです。かわいい色が逃げた。なんかめち
ちゃめちゃ綺麗これでねちょっと置いとけば水も入ることなく溶けると思います。じゃーん、今全部準備が終わりました。全部焼いたねロールちゃんたちがこんな感じです。手前3つがパイシート、第1回目のクロワッサンで、これがデニッシュロール、これが第2回目のクロワッサンです。9個できました。こう見た時にやっぱりデニッシュロールよりもパイ生地とクロワッサン生地の方がね圧倒的に見た目も厚さもすごく綺麗な感じにはなったので、2つがおすすめかなって思います。これが一番綺麗なんじゃないかな。最後の最後で焼いたねパイシートはちょっとねカリカリ要素が多いので生クリームがね入るか心配なんですけど、とりあえずやってみたいと思います。超楽しみ。もうね完成までパパーっと済ませていきたいと思います。今また手を洗ってきた状態でパンを触りたいと思います。ゆっくり慎重にやれば飽きそうです。ほんとゆっくりって感じ。この2箇所の穴にクリーム入れます。入りました。よいしょ。お、めっちゃ入ってる。じゃんじゃんじゃーん、できました。クロワッサンロールのホワイトチョコラズベリーです。写真が全然定まらなくて、結構長い間パシャパシャやってたらね足がちょっとしびれてしまいました。足治りました。食べていこうと思います。私が見た韓国のクロワッサンロールのお店みたいにちょっとねここにケーキピックを乗せてみました。めちゃめちゃ上手にいったんじゃないかなって思います。可愛い人を真似するっていうのもね大事だなってすごく思いました。美味しそう。仕込みが2つだけなんですけど結構苦戦しちゃいましたノーマルの生クリームの方食べてみたいと思います。美味しそうすぎない？これさ、私チョコもさストロベリーも食べたいんだけど食べきれるかな？美味しい。サクサク。なんかケーキっぽいかなと思ったんだけど全然パンですね。めちゃめちゃ美味しいです。一旦お留守番させておいて。あ、クリームどこ？ちょっと入ってる。ちょっとやっぱ中ぎっしりだとね入りにくいのかな。しっかりとねギュッギュッって巻くんじゃなくてちょっと軽めにね巻いてあげた方が中まで火が通りやすいかなって思います。私なんか一生懸命ギュンギュンギュンって巻いちゃったからちょっとね中が生焼けっぽいところが1個だけあったんですけど、それ以外は全然大丈夫ですね。これさ本場の食べてみたくなっちゃう。どういう味なんだろうって。私のが合ってるのか分かんないじゃん。こういうね飾りと思われたポップコーンはね必ず私が食べます。ポップコーン美味しい今回映像の中にあるものを作ってみたいなと思って行動に移した回だったんですけど、作ってみて分かることがたくさんあったのでちょっとしたねアドバイスみたいな感じで説明をね加えながら編集しようと思っているので、ぜひ皆さんは安心して作ってみてください。最初からたくさんのアドバイスがあったらこんな苦戦せずに作れたなってすごく思います。ちょっとねリベンジしたいなとか思っちゃってるぐらいなんですけど大成功してよかったです。これは家族とか友達とかにあげたいと思います。すごく苦戦したんですけどめちゃめちゃ楽しかったです。今日は最後まで見てくださり本当にありがとうございました。まだまだ作ってみたいものがねこの世界にたくさんあるので頑張って制覇していきたいと思います。見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いします。またねー。